よいしょはい、こんばんは。みんなに楽しさと癒しを提供して心から元気になってもらいたいおとなしくるみです。ぜひぜひお気軽に友達と話すような感覚でコメントしちゃってください。でも運営さんに怒られそうなコメントはダメだよ。みんなで一緒に楽しく癒されるような場所にしていきましょう。というわけで来てくれてありがとうございます。 Thank you for coming. Сечение Даурай. Спасибо, что пришли. Gracias por venir. Ваджаса комаво. Obrigado por terem vindo. Merci d'être venu. Donc, willkommen. Grazie per essere venuti. 楽しんでいってね。イヤホンが。I hope you enjoy. 花が愛しな。Nice to be Ponorwitsa. Espero que disfrutes. チュルギだわ。Espero que disfrutes. J'espère que vous passez. Ich aussi une pour espace. Espero que vi piacha. はい。ありがとうございます。いつも通りたくさんの言語で、最初にね、日本語で言ったやつを言いました。言わせていただきました。というわけでね、今日のお話は、第3のサブチャンネルを作ったというのと、耳ハブ ASMR 復活するよという、この2つなんですけど、サムネにも YouTube のサムネに書いてあったかな、確か。なんだけどね。その前に、この、YouTube の方のこのメインチャンネル、おとなしくるみ .com はですね、短期間のうちに収益化無効を3回も受けてしまいまして、でね、収益化無効の条件を調べた結果、広告制限がつくようなコンテンツがあるだけで、収益化が無効になっている可能性が極めて高いということが分かりました。なので、以前のような配信をこのチャンネルでするのは難しいです。このメインチャンネルではね、またチャンネルのその運営自体がね、そういうことで非常に不安定なので、チャンネル登録や高評価、メンバーシップや外部サイトなどで支援してくださると非常に助かります。今後も活動を続けるために、皆さんのね、できる範囲で構わないので、皆さんのお力を私に貸してください。よろしくお願いします。はい。長いっていうね。いや、でもほんとそんな感じなんで、やっぱりね、これ、ちょっと事情を知らない方も結構いると思うんだ。だから、しばらくこれ冒頭に多分毎回言うと思います。このようなことをね、どういう経緯があってこうなってるかっていうのね。ありがとう。ちょっと私日本語で話してるものだから、特に英語のコメントとかは拾っていきたいなと思います。でも全部見てるからね。Your voice is pretty cute. Thank you. You're as lovely as always. I'm so happy to hear that. I'm luck in the stream. Oh, OK でいいのかな？Thank you. リクエちょっと読めないんですけど、ありがとうございます。パッシバそんな感じで、How are you? How are you? I'm fine. そんなわけで、本題に入りたいと思います。ちょっと角度変えようかな。はい。本題にね、入っていきます。で、まずね、第3のサブチャンネルを作ったっていうやつなんですけど、今日こんな格好なの。斜めのやつはね。ちょっと見えるかな？この辺がね、こんな感じのね。こんな感じのやつです。
ちょっとそろそろ暑いんだけどね。暑いんだけどまあ、この服着てなかったからね。うん。1年くらいだからもうギリギリ来ました。ギリギリ。ほんと。うん。ね。できる範囲で応援ありがとうございますって、ちょっと、今、話中断したら、改めまして、第3のサブチャンネルを作ったということなんですけど、そう、作ったんです。で、なんで作ったかっていうね、Twitter をフォローしてない方は多分知らないと思うので、その経緯を説明したいんですけど、私、サブチャンネルでリアルっていう、おとなしくるみ .com リアルっていうサブチャンネルがあるんですけど、そこにね、投稿したエイプリルフールの ASMR 実写版が R18 に指定されたんです。YouTube さんによってね。で、だからそのエイプリルフールのそのね、ASMR をこう分割して、で、一つ一つをその、ね、どれが R18 なのかなっていうのを調べたら、横になってる姿ね、私がこう、横になって、で、うつ伏せになってるのを、まあ、この斜め視点で映している箇所が R18 に引っかかってました。それがみたいなね。うん。だからね、多分、その時の服装も問題なんだと思うんだけど、だって同じような角度で、違う服装だったら大丈夫で、現にメインチャンネルでも公開されてるでしょ。だから多分、制服で横になってるのを、この距離感で、お尻側から映すと NG なのかなと。っていう感じかなって、大体近いところは言ってると思います。そんな感じだと思います。でね、さすがにそれがダメなのは辛い。ほんと辛い。これがダメって、って感じ。で、ほんと辛くて。で、前に、次にね、収益化無効になったら、自由にできるチャンネルを作るって言ってたと思うんですけど、覚えてる人いるかな初めて聞いたって人もいると思うんだけど、で、それをね、作って言ってたんだけど、もうね、今回のことで、こんなんでも、R18 になるのって、もう、なんか信じられないレベルで辛いし、さっきも言ってたけど、ね。で、なんかこのままだとね、なんていうの？真綿で首を絞められるような、ね、じわじわとできないことがどんどん増えてるんじゃないかなーって感じるじゃないですか。どうですか？感じませんか？というか、多分リスナーさんの方がすごくなんかどんどんできること減ってるねって感じてると思う。で、私もそう思うし、だからね、リスナーの皆さんも、ね、すごく残念に思うだろうし、私もやりたいことできなくて辛いし、だから、だったらもういっかって自由にできるところも作っちゃっていいよねみたいな、前言撤回みたいな感じにもなっちゃうんだけど、いや、R18 指定されるともうほぼ間違いなくタイミングが悪いと収益化無効にされるんで、まあ今サブリアルどうなるかわかんないんですけど、サブチャンネルのね、リアルの方はまあ無効になる可能性があるんですけど、だからそれがもう出ちゃったから、まあただ公開してなかったからまだセーフかもしれないとは思うんだけど、それもわかんないかな。別に公開非公開関係なく収益化無効にするよみたいなことは書いてあったからね、前。なのでね、それでサブチャンネル、話ちょっと戻ったんだけど、新しく作ったサブチャンネル、その名もおとなしくるみ .com リバティちょっと発音が怪しいね。リバティはリバティ
リバティです。自由って意味ですね。なんかフリーダムとは違って勝ち取る自由みたいな、そういう意味合いの自由らしいんですけど。そう。ね、パチパチありがとう。そういうのを作りますってね。まあただ、今のところ月に1、2回しか配信できないと思うんですけど、いろいろとね、自粛する前の、自粛って自粛じゃない、今の世間的な自粛じゃなくてね、私のチャンネル自体のことで、前ね、メインチャンネルでやってきたことを普通にするっていうサブチャンネルになります。月に1、2回だけどね。で、サムネポーズも、くるみんキックも、耳ハムも、絶対領域音も、一人称視点も全部します。まあ月に1、2回だからゆっくりそれぞれやっていくって感じにはなると思うんだけど。で、まあでも前と同じだから YouTube ではね、基本、イラスト、今の一枚絵の状態ね。で、リアルタイムはそれでライブ配信をして、同時配信でニコニコで実写映像を映して、で、後日、ニコニコでやってた実写を YouTube にアップするっていうのが一緒です。そんな感じです。だからね、後日って言っても早いと思う。とってもリバティにあげるのは。多分。そんな感じでいけます。見れます。今まで通りの。なんか、ちょっと、頻度は少ないけど、昔の、おとなしくるみ .com が復活するみたいな、そんな感じです。まあ、そんなわけでね、二つ目のあれがほとんど話したみたいになってるんだけど、耳ハム ASMR が復活します。おとなしくるみ .com リバティで。まあ、なんで耳ハムって、耳ハム以外も復活するんだけど、なんで耳ハム選んだかっていうと、なんか本当にもういっぱい、ね、コメントとかで聞きたいとかなんか、なんで消えちゃったのとかをいっぱいね、聞くので、やっぱりこれが一番みんなの知りたいところかなっていう、一番多くの人がね、と思って、それを、まあ、わかりやすいようにしました。耳ハム ASMR、これが多分一番大事。これが復活しますっていう、そんな感じです。というわけでね、このチャンネルで今、リクエスト雑談をしてるんだけど、その後に、で、また、こっちでもね、メインチャンネルで耳かき ASMR をしまして、ここでね、こう耳かきをね、こうしまして、で、その後、サブチャンネル、リバティの方で、おとなしくるみ .com リバティの方で耳ハム ASMR をします。ぜひぜひ来てください。でね、チャンネル登録もお願いします。YouTube の方に、チームくるみん、裏で貼ってありますので、ぜひぜひ、登録してくださいませ。飛べます。そこから飛べます。はい。そんな感じです。というわけでね、質問あれば、どうぞ、質問。ちょっと、説明抜けがあるかもしれないから、ね。質問あったらぜひぜひ。なんなりと。で、その間、ちょっとコメントをね、改めて、見させていただこうかなと思うんだけど、ないな。シェニーだな、おらい。あとは、ほら。Gracias por venir. まずそこも、ちょっとすぐにハングル文字は読めないんですけど。How is your day? Oh, good day?
すごく充実してたよ、今日は。うん。ハロー、そういう意味かな？ただの挨拶かな？なんかそういうのあるよね。英語って。ね、ハロー、ハロー、ハロー。うん。そんな感じでですね、大事な話というのは、第3のサブチャンネルを作って、耳ハムとか、そう、1年前までに戻る感じの配信をするよ、そのサブチャンネルでというお話です。まとめるとね、あと細かい経緯とか話したよ、みたいな、そんな感じ。うん。あとは、ニコニコが、ね、そう、そんな感じ、勝ち取っていきたいね。うん、宣言から実行まで早いよね、ほんと。早いですね。うん。じゃあ質問、答えていきたいと思います。メインチャンネルのメンバーシップは今と変わらないと考えて大丈夫？ということで、はい。今と変わりません。大丈夫っていいのかな？残念ながら今と変わりません。できることは。メインチャンネルはもうなんか健全なチャンネルで、むしろ私的にはリバティの方が気持ちはメインですね。なんとなく。頻度とか全然メインじゃないし、普通にサブチャンネルのサブチャンネルなんだけど、まあどちらかというとメインになるんだろうなっていう、そんな感じ。メインにはならないと思うけど、なんていうの？コンテンツ的にほら、なんか私がね、ずっとやってきたことができる場所って言ったら、まあそれがメインっぽく、気持ちはなんかなっちゃうよねっていう、そんな感じです。なので、なんだろう。もちろんメインはメインのままなんだけど、まあ、なんか健全なメインチャンネルはド健全。もうド健全のなんかもう病的にド健全です。っていう感じです。うん。質問ありがとうございます。リバティでも収益化を狙いに行く予定はありますか？ということで、収益化できるならしますが、まあ無効になったところですればみたいな、そんなチャンネルになります。うん。だからね、なんかね、リバティでもね、そういうお祝いとかしたいなって時は、なんかタイミング良かったらスパチャとか投げれるよ、みたいな。そんな感じですね。うん。まあ、タイミング悪かったら、停止だろうから。だいたい収益化無効期間が多いチャンネルにはなると思う。うん。リバティの会員とかどうしますかね？というわけで、そうですね、メンバーシップも、それはどうしようかとは正直今悩んでて、まだ考え中ですね。会員になったはいいけど、まあほとんど会員の意味をなさないことが多い。ってなると、こちらもね、会員でなってもらって、なんかそれもお返しっていうのは難しくなるので、まあ向こう上等ならいっそ本当になんか、スパチャは本当お金をね、この応援でそれで終わるけど、なんかワンチャン限定配信見れるんじゃないくらいのなんかスパチャ感覚で考えられるようななんかわかりやすい説明を書き加えつつ、なんかそういうのでやるかもしれない。ちょっとまだわかんないです。うん。続いての質問は、ゲーム配信はメインチャンネルでやるのかなというわけで、はい。ゲームはメインチャンネルでやります。リバティは、リクエスト雑談。っていうと、こっちでもやらないのみたいな感じになるかもしれないけど、こっちでもやります、もちろん。リバティでは、昔のような、まあ、1年前のような、1年前のような、リクエスト雑談と ASMR をやっていきます。うん。ちょっと角度変えようかな。もう20分経つね。
じゃあちょっと一旦、この全部オフモードっていうのにしてましてね。これはサムネ用という感じでもあったりします。では続きましての、質問。リバティがチャンネルバンされる可能性はない？多分ね、ないと思うんだ。それは。いくら私のチャンネルが収益化無効にされるって言っても、その、YouTube の規約に違反したことは一回もないの。R18 もされても、どれだけされても、規約にその違反してるっていうのはなくて、コミュニティガイドラインに沿ってないっていうのはあるんだけど、あれはあくまで、すべての視聴者に適してない場合とか、R18 に設定しておくんなら置いといていいよっていうものたちばっかりだから、そういうのを扱ってるチャンネルなら大丈夫だと思う。で、そもそも収益化の申請出して、じゃあ通さなきゃいいじゃんってことになるし、それが通るけどなんかダメでみたいなちょっとよくわかんないんだけど、チャンネル自体がバンはほぼないと思います。言ってもR15程度だよ、日本で言うなら。私の刺激の強さって。そんなもう、やばいことってそんなしてないからね。もともとしてないからね。なんか収益化関係がなんか敏感なだけで。そう。だから大丈夫。大丈夫だよ。メインはゲームチャンネルになっていうのはさっきの質問で答えることになってるね。大丈夫だね。だからそんな感じかな。ファンティアでやっている内容は今後もファンティアのみって感じですか？そうですね。ファンティアのみですね、今のところ。で、ニコニコチャンネルが将来的に、解説できたら、そっちでも何かライブとかはやるかもしれないですけど、ファンティアでやっている内容、そのファンティア限定でね、やっている内容は、そもそも、一般公開ではできないかなっていうようなやつなので、それはファンティアのみですね。変わらないです。はい。そんな感じですね。大丈夫かな？質問は。他にもあったら何でも言ってね。質問聞いてね。全部なんか決まってるようなのは答えれます。そんな感じですね。ほんと。いやー、そう、私の負担はサブチャンネルのその、リバティの方今日とかだとちょっとだけの負担だよね。その、配信の時間がちょっと長くなるくらいの。最近 FF7 リメイク実況の長時間が当たり前になってるから慣れてきてるかもしれないなとか思ったりね。とかね。今メンバーシップがあるチャンネルの面言とかは今後も行いますか？というわけで、あれですね、メンバーシップ、メインチャンネルとサブチャンネルかな？サブのリアルの方かな？メインの方は、面言配信を行いますけど、リアルはちょっとまだ未定です。リアルはちょっとまだ未定です。今はね、リアルにはメインで上げてるコンテンツ、ライブ配信のアーカイブも含めてリアルにも上げてるよみたいな、そんな感じですね。でもしかしたら同時配信することもあるかもしれません。はい。
うん。あなたのワールドツアーはいつになりますか？いつだろうね、ワールドツアー。ワールドツアーっていうか、まあ、YouTube が世界とつながってるからもう、まあ、これであと私がね、それぞれの言語特化で配信をしていけばワールドツアーになるのかな。じゃあ全部の言語、ほんと話せるくらい覚えなきゃね。大変だね。うん。未定とかね。未定とかそういうことすら英語で言えないからね。未定ってなんて言うの？なんか前調べたらカミングスーンみたいな感じだったんだけど。本当かな？はい。そんな感じですね。三部制は今回だけ？わかんないです。ちょっと今回だけになるか、それとも、まあ今回やってみて、まあいけるかなとか、あとまあ次の日が、まあ、何もね、予定がなく休めるとかだったら、三部制でまたできるかなとかあるけど、まあもしかしたらその三部制でまたやることもあるかもしれません。今回だけってことはないと思う、多分。まあどんな感じになるかね、わかんないけど、まあ今のところ月 1,2 回リバティで配信するよっていうところですね。あ、not yet fixed っていうのが未定なんだ。あ、そうなんだ。my world tour is not yet fixed っていうのかな。はい、質問ありがとうございます。メインチャンネルとサブの 2D を兼用でゲーム配信やアーカイブを載せる感じですか？メインとサブの 2D を合ってるか合ってるかちょっと待って。メインチャンネルとサブ 2D 両方使ってゲーム配信やアーカイブを載せる感じ。ゲーム配信についてってことだよね。ゲーム配信はね、メインでやってるやつが、まあ、新しいシリーズ始まったら、サブ 2D の方にも、その、ゲームのみのやつは分かれます。ちょっと今、セブンリメイク途中なんで、サブ 2D が始まったのが。だから、以前のやつアップロードするのちょっと大変で、だいぶあるから数が。ちょっと、まあいいかな。で、次シリーズからで、いいかな、みたいな。そんな感じです。はい、最初から、Hi, thank you for coming 一本化なのかなというわけで、一本化はしないですね。もう、ちょっと図解をしたいと思います、今度。今度、図を書いてね、図を。こんな、なんかそれぞれ、ほんと今いっぱいあるから。ね、YouTube だけで4つチャンネルがあるっていう、なんかもうほんと混乱すると思うから、なんかまとめたいと思います。イラストで、これはこうとか、なんかこれはこういうことして、こういうことして、こういうことして、で、こういう流れで、みたいな。なんかね、そう。だからせっかくだし、その流れ、今のね、なんか、一個だけ流れを説明しようかなって思ってたことがあるんだけど、今ね、どういう感じで、このライブ配信が、実写映像がね、YouTube に上がってるかっていうのを、ちょっと流れを説明したいなって思ったんですけど、でね、まあ、こうやってライブしてるでしょ？こうライブして、まあ、メインチャンネルとね、ニコニコでライブ配信をして、で、ニコニコで配信した実写バージョンを、まずね、サブチャンネルのリアル、おとなしくねみ .com リアルの方にアップします。投稿します。で、広告制限をチェックしてます。
で、そこで問題があれば、分割したり動画を分けたり、あとはなんか修正とか入れたりして、問題がなくなる、どうやったらなくなるかなっていうのを確認して、問題ないよってところまでやります。で、問題なくなったらメインチャンネルに投稿して、で、それを日をまたいでというか1日1個ずつね、順次公開していると、そんな感じです。一度に大量にっていうのは、メンバーの人には一度にね、全部公開してるんだけど、アップロードしてメンバー先行公開みたいな感じで、これメンバー特典に含まれてるのと、あとはね、プレリリースって感じで、メンバーの人が動画をね、こう不具合ないか、見てたらわかると思うので、不具合があった時になんかこうね、例えば映像乱れてるよとかエンコードミスってるよとかなんかそんなんで、そういうチェックするっていう役目もあります。それには私はちょっと一つ一つチェックできないので、量がいっぱいあるからね。そんなわけでですね、とりあえず今ね、このメイン、サブリアルっていう流れがね、分かったかなと思いまして、サブリアルの役目みたいなのもね、ちょっとそんなところにも役目がありますみたいな分かったかなみたいな感じですね。で、メインチャンネルで配信したやつの私の実写映像が全くないやつはサブ 2D の方に行って、実写映像のみのやつはサブリアルに行くっていうのが元々の流れね。それが大元にあって、なんかそんな感じ。で、だから今のところリバティはそこはそこで独立してる感じかな。ニコニコからリバティ直接行って、はい終わりっていう感じです。実際理解がね、追いつかないっていうのあるよね。あんまり話すとどんどんややこしくなっちゃったりすると思うんだけど、例えば一個だけね、メインチャンネルでメンバー限定配信をしたときは、あれです。した後に、ファンティアート支援に、そのアーカイブがアップされます。もちろんメインチャンネルのメンバー限定も残るんだけどね。なんかこういう流れを全部図解したいなと思います。そのうち。そのうちって言うとなんか信憑性が感じなんだけど、大丈夫。作るよ。これは作って、ホームページとか載せて、ここでもちゃんと説明したいと思うよ。質問ありがとうございます。FF7 リメイク終わったら次はどんなゲームするか決めてるのというわけで、はい。一応決まってます。お楽しみに。ちょっとね、突発的にやりたいゲームがあったので、それをやりたいと思います。4月のスケジュールは、今月のスケジュールは変更なしと考えていいですか？はい。変更はなしです。基本的になしです。ただ、急遽予定変更があったりはするかもしれないんですけど、とりあえず、出したやつはそのまま行きたいと思います。図解は動画にする。動画にはどうかな。動画にするかな。どうだろう。配信でやってなんか、切り抜きか編集とか、チームくるみんがしてくれたら助かります。そんな感じでね、なるかもしれません。ね、とりあえずライブでやっぱなんかこう説明したいとかあると思うから、まずはライブかな。やっぱり
どうしたらいいだろう。まあそんな感じです。うん。はいね、何のゲームかお楽しみにしてください。うん。まあそんなわけでリクエスト雑談と言っておきながら、まあひたすら質問に答える感じのリクエスト雑談にはなりましたが、いかがでしたでしょうか。ほんとお知らせと質問で Q&A で終わったけど、まあね、Q も質問もリクエストに含まれるもんね。そうなのみたいなね。あれそうだったのって思っちゃうよね。うん。まあちょっと今回は新しいことが始まるということでそうちょっとね、それでね、この前ね、サーフチャンネルリアリティを作った時に徹夜して作ってたんだ。チャンネルアートとかそうちょっとかっこいい感じにしてみました。というわけでそれもね、ぜひ見てみてね。ちょっとこの後ちょっとだけ休憩を挟んで ASMR やりますので、皆さんもちょっと休憩してね、休んでね、ぜひパート2も来てねというわけで前半を見てくれてありがとうございました。 Thank you for watching part 1. Сесени, но лайка, чем банда. Спасибо, что посмотрели первую часть. Gracias por ver la primera parte. Chamba el poco de esa como Obrigado por assistir a primera parte. Merci de voir la première partie. Dank dat Sie erste Hälfte gesehen haben. Grazie per aver guardato il primo tempo. ね、また後でねまた後でね、お疲れ様ありがとう。ね、See you later, see you later. Difuzia, vedemoся. Hasta luego. Hitta på. Até mais tarde. Apirta. Bis später. Adobo. ね、また後でね。なんだこれあれ見失った今。休憩中は見失った。では少々お待ちを